相手の攻めを受ける方法。3巻では数の攻めを勉強しましたね。今日はその数の攻めを理解した上で、自分の駒の利きを足して受ける方法を勉強します。こちらの局面を見てみましょう。飛車でこの飛車先を狙っています。角というのは自分の頭には駒が効いていないので、このままだと飛車が成り込まれてしまいます。このような時、この8、7の地点に自分の駒が効いていません。ですので、自分の駒を利かせて相手からの攻めを守ります。例えば、7八金と上がります。こうすると、8、7の地点に飛車が1枚効いていまして、自分の駒は金が8、7に効いています。そうですね。これだと受けることができます。もし飛車が8、7飛車成と来ても同金と取ることができます。この7八金という形はよく出てくる形なので、そのまま覚えておきましょう。考えてみようのコーナーです。こちらの局面、実戦風の局面ですね。相手の狙っているところを見つけて、そこを上手に受けましょう。それでは考えてみましょう。わかりましたでしょうか？こちらは相手のまず狙っているところを考えます。飛車と桂馬を使ってこの5、7の地点を狙っていますね。このままでは5、7桂成、同金、同飛車成と攻め込まれてしまって不利になってしまいます。ですのでここをね、受けたいと思います。正解は4八銀と銀が上がるのが正解です。これですと5、7の地点に駒の利きが銀と金と2枚効いているので、5、7桂成からの攻めも受けることができます。そしてもう一つ、実はこの角を使って3、7の地点も狙っていたんですね。3、7桂成、同桂、同角成という筋も狙っているので、この4八銀と上がることによってこちらも受けています。ですので、同じようでも、6八銀と受けてしまうと3、7の地点が受からないので不正解になります。相手の狙いをまず探して、そしてそこを受けるように意識していくといいでしょう。受けるときは相手の駒の利きと同じ数の利きになるようにしましょう。